シルクロードの玄関口として知られる中国の古都西安。そんな西安には知られざるもう一つの顔がある。それは麺料理。実は西安は中国の中でも指折りの麺料理が盛んな町。私たちがまだ見ぬエキゾチックな麺料理が隠されているという。そんな西安の麺料理を探す旅に出るのが、日本を代表するカリスマラーメン店主の一人、島崎純一。夜の屋台街に向かった旅人は、いるよ羊が。ちょっとこうまさにシルクロードならでは、羊を使ったダイナミックな料理を堪能。さらに自分で小麦粉をちぎって作る不思議な麺料理も発見。果たしてその正体とは。うまいんじゃないこれ。そして屋台から店をスタートさせた麺料理店主との出会い。そこには旅人の胸を打つ感動のエピソードがあった。旅の最後に旅人は現地の食材で自らの魂を込めたラーメンを作り、お世話になった人々に振る舞うことに。すいません。果たしてどんなラーメンができたのか。カリスマラーメン店主が行くシルクロードの街、知られざる麺料理機構。兵庫県尼崎の住宅街。店へと続く階段にお客さんが列をなして待つ風変わりな名前のラーメン店がある。ラーメン屋ロックンビリースーパーワン。満員の店内で颯爽とラーメンを作るこの人物が店主の島崎純一、今回の旅人だ。評論家が選ぶラーメン大賞では6年連続1位を受賞。今最もうまいラーメンを作る一人と言われている。看板メニューは 100% 比内地鶏だけで出汁を取った醤油ラーメン。そして鶏や豚、魚介、野菜など30種類以上の素材を巧みに組み合わせて作った塩ラーメン。彼の作り出すラーメンはまさに芸術品さながら。そんな島崎は今回何を求めて中国に向かうのか。原体験とかね、ルーツという部分を感じて、その自分がやってることのルーツかもしれない麺料理が中国にあったとしたら、それを感じて今また日本に戻ってきてそれを作ることによって何かこう自分の中に宿るものがあるのかなという部分がすごい楽しみですね。そしてもう一つ島崎が楽しみにしているのが、中国にある羊を使った麺料理の存在だ。昔羊のラーメンを昔限定で何回もやったことがあって、実は一番好きな肉っていうのがね、羊なんですよ。羊の肉が一番好きで、とにかく羊食い。向こうではね、羊を日常食べてるよね。いいですね。日常食べてる人たちが食べてる羊の麺料理でしょ。それを聞いたらますます行きたくなっちゃいますね。行きたい、早く。今回島崎の旅の目的は
4日間の日程で麺料理を食べ歩くこと、そしてその成果として現地の食材でラーメンを試作することの2つ。果たして島崎はこの旅でどんなラーメンを作り上げるのか。今回島崎が向かったのは中国内陸部の町西安。中国国際航空で北京を経由し西安に到着する。古都西安。人口はおよそ860万人。古くは長安と呼ばれ、数多くの王朝の都が置かれてきた。またシルクロードの起点としても知られ、三蔵法師のモデルとなった玄奘三蔵もここから西域に旅立った。到着1日目、島崎も早速夜の街へ出ることに。まず向かったのが海民街と呼ばれるエリア。白い帽子やベールをかぶった海賊と呼ばれるイスラム教徒の屋台や食堂が立ち並び、その独特の食文化が観光客の間で人気を集めている。中でも島崎の目に留まったのが、出た出た出た、羊羊羊羊だよ。こっちから見ても、うわ、これ何ですか？これ羊羊、これ一つ。醤油とスパイスで甘辛く煮込んだ羊の足の煮込みだ。いただきます。早速かぶりついてみると、これは羊だ。なんか好きな世界だね。日本人には珍しい好きだね。いきなり羊と遭遇しテンションが上がる島崎。うめえ。How to say she？最高。続いてまたしても何かを発見。これさ、日本に頑固ラーメンってあるけどさ、頑固ラーメンの表もこんなの飾ってあるんだよいるよ、羊が。ちょっとこう店先に置かれているのは羊の頭蓋骨。迫力満点の屋台だ。これはこれは何どうやって食べるのかな。洋のヤンザータンと言いまして、羊の内臓を使ったスープです。うわ、内臓。新鮮な羊の胃やレバー、春雨などの上に羊で取った透明なスープをかけた海賊の定番料理。パクチーをたっぷりかけていただく。ああ上品だね。上品。全然臭いとか何もないよ。内臓を使いながらも塩味だけであっさりまとめたスープ。島崎も気に入ったようだ。いや、うまいよ。この街はね、俺のためにあるような街だねだって本当にびっくりするほど羊好きなんですよ、俺は。参ったね。目当ての羊と出会え、収穫の大きな1日目だったが、この日の食べ歩きはこれで終了。明日に備えることに。2日目、島崎は
再び海民街へ向かうことに。西安の麺事情に詳しい人物に会うためだ。島崎が訪れたのは一軒の麺料理店。ここごまだれうどんの名店中の名店。你好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 。こちらが日本でラーメン屋やってます島崎です。在日本的拉面的厨师，我叫早期。好，很好，你好，我叫盛志旺，是这个店的，我这是一个百年老店，我是第3代的传人，あ多多关照，あ、そうか。多多关照。シェーンさんよろしくお願いします。こちらの麺料理のことを勉強したいと思うので教えてください。我们是同行，互相学习，请多多关照。同じ業種です。よろしくお願いします。迎えてくれたのは店を経営する海賊のシェンさん一家。店を切り盛りする息子さんご夫婦も揃って敬虔なイスラム教徒だ。シェンさんの店は西安っ子の大好物マーチャンリャンピーと呼ばれるごまだれうどんの店。リャンピーとは小麦粉を水で溶いて蒸しプルプルになった生地を包丁で切った切り麺のこと。見た目こそうどんに似ているが、うどんとはプルプルした食感が大きく異なる。この麺に香酢と呼ばれる中国の黒酢、自家製のごまだれ、唐辛子のたっぷり入ったラー油などをかけていただく。甘さと酸っぱさ、辛さが同居した鮮烈な味わいが特徴だ。はい、どうぞ。早速食べさせてもらうと。いただきます。您吃，長い。没搅匀，我帮一下，我帮你一下，かき混ぜる。这个我来帮你，把它搅起来。シェンさんがよくかき混ぜて麺とタレの味をなじませてくれた。かき混ぜたら。どうして？ちょっと待って。もうね、一口目でなんだかなんていうね、浅い味じゃないんだよこれは多分。いいね。なんかね、くず餅ってあるじゃない。くず餅のコシのあるのを麺にして食ってるみたいな感じで、ちょっとこう独特だよこれ。小麦の香りじゃないんだよね。全然小麦の香りじゃないし、このもちもち感初めてだね。熱い熱い、うまい。好吃。すごい、うまい。シンプルながら癖になるこの味は特に女性客に大人気。冬でも外の席がいっぱいになるほど大勢のお客さんが詰めかける。我可以教给你一些面食的做法，我们互相学习。谢谢谢谢谢谢。西安の麺料理事情に詳しいシェンさんはこうして島崎の旅の案内人を買って出た。まず案内してくれたのは海民街から離れた一軒の店。観光客がめったに来ないとっておきの店だという。中に入ってみると地元のお客さんで満員状態。你好你好。日本的一个面点师。日本でラーメン屋やってる島崎って言います。勉強しに来ました。よろしくお願いします。互相学习吧。おかみさん。おかみさんですね。このね。おかみさん。
ろしくお願いします。海賊のおかみさんが切り盛りするこちらの店は創業以来50年という老舗。イスラム教にのっとったハラル料理ながら海賊だけでなく舌の肥えた漢族のお客さんをもうならせている。早速厨房を見せてもらうと、そこでは若い職人たちが麺打ちの真っ最中。ああ、もう1本が2本、2本が4本、4本が8本、8本が16本。我们先是有个凉面面，给你下一下试试看，好不好？凉面面。凉面面。啊，那个凉面多这个是不是凉面面？哎，对对对，凉面面。啊啊。凉面。对对，凉面面。作り方は至って簡単。練った小麦粉を薄く伸ばし、ビャンビャンと叩きつけながら伸ばしていくだけ。なんと1本の麺が1人分、長さは2メートルほどにもなるという。タレにはうまみと香り豊かな黒酢に唐辛子たっぷりのラー油を使い、スパイスで煮込んだ肉と野菜などの具を盛り付ければ出来上がり。具とタレだけでいただくスープなしのあえ麺だ。まずは麺を持ち上げてみることに。持ち上げるとまだまだ上がる。ついには島崎、椅子から立ち上がってしまった。これ以上上がりません。すごいよこれ。よくかき混ぜて幅広の極太麺に味をなじませるのがポイント。うまいんじゃないこれ。噛むこと、咀嚼することによってどんどんね、いろんな旨味が上がってくる。噛むことって大事なんですよ。最近日本人あんまり噛まなくなったものをね、歯が弱くなってる。これは大切だと思います。っていうことは噛み応えがある。噛み応えがあるし、小麦粉を噛んでる。心地よい感触なんですか。俺は心地よいです。ザラザラ感もあって小麦粉うまいわこれ。タレの酸味と辛み、肉と野菜のうまみをまとった噛み応えのある麺を一口かじればえも言われぬ快感が駆け巡る。付け合わせのパクチーの香りも嬉しい他にはない一杯だ。その日の夜、シェンさんが自宅に島崎を招いてくれた。市内にある団地の一室がシェンさんの家だ。どうも。Nice to meet you. どうも。Nice to meet you again. 谢谢。你好，你好。你好。哎。这是我的夫人。あ、夫人。どうも。はじめまして。My mother. My mother. お母さん。奥さんは。はじめまして。にはお。にはお。にはお。Please, please. さらにシェンさんの孫とも挨拶。にはお。にはお。にはお。你好。はじめまして。这是你好。这是我的孙女。私の孫です。盛世家園。My name is 純ちゃん。よろしく。あ、好。这个小孩。この日の夕食は息子の奥さんがマーシーと呼ばれるご当地麺を作ってくれることに。小麦粉を指で丸めて作るイタリアのニョッキのような麺だ。出来上がった麺の姿はどこか
貝殻の形に見える。いいですか？不客气了。ブカチラ。不客气了。不客气了。日本語はいただきます。はいはい。いただきます。不客气そう了。OK。いただきます。グー。 Good。这马氏只要给我出个辣椒。やっぱ存在感あるよこれ。これは。どんな味なんですか？これ何個かこう口にいっぺんに入るんじゃない？その感じがいいね。一個ずつ食べるより多分。美味しいですよ。日本人の食事するの初めて？第一次。なんかしたいことないですか？哦，就是那个问题。之前我先想说那个，因为以前没有接触过日本的朋友，然后那个第一次接触就觉得他们真的非常有礼貌。就是从我刚一进门的时候，然后他们就是身为长辈，他们就真的也是给我鞠躬，然后我也那个很有礼貌的那个回了他们，然后这一点我印象非常深刻。好。島崎さんの髪型見てびっくりしなかった。你给他人，这是一种文化。我觉得那个他这个头型可能是在日本的一个风格，一种文化。いや、俺のスタイル。这是我的风格。啊，自己的风格。誰のスタイルでもないです。俺のスタイルです。島崎が初めてラーメンを作ったのはまだ高校生だった16歳の時。以来ラーメン作りにハマった島崎は2005年自分の店ロックンロールワンをオープン。瞬く間に関東を代表する人気ラーメン店に育て上げた。一方シェンさんの場合は过去没有店铺，昔はお店はなかったの。也没有座位，席もなく。中国人都是监听。担いでタン。对对，担々麺じゃないかな。挑个担，前边是调料，后边是凉皮，往那一放，然后大家坐在那儿吃，没有铺面。这是1952年，62年以前。これは2代目だったシェンさんの父がやっていた頃の店の写真。天秤棒にカゴをぶら下げただけのささやかな屋台。それでも大勢の客が集まる人気店だった。しかしシェンさんが父の後を継ぐ前に予想もしなかったことが起きる。1966年に始まった文化大革命。さまざまな商売が禁じられ個人の資産も凍結された。もちろんシェンさんの店も例外ではなかった。我从上学，然后上学到工厂上班。上班，到82年就允许私人经济的存在，我就想起了我父亲的这个凉皮，我就开始投入到做凉皮。そうか、それまではやりたくてもできなかったわけだ。ね、商売がね。で今度日本にいらした時はぜひ僕の魂を俊さんに食べていただきたいなと思ってます。对，一定会去的，我一定会去。ぜひ行ってみたいです。初めてお互いについて話した日中の麺職人。島崎は自分が西安で作るラーメンはシェンさんに食べてもらいたい、そう考えていた。滞在3日目。
いよいよ西安での麺料理の食べ歩きも大詰め。この日シェンさんは西安の食文化を代表するという羊を使った麺料理の店に案内してくれた。創業以来100年という西安でも老舗の店だ。昼時ともなれば地元の海賊のお客さんで店内はごった返す。麺来た。早速丼が運ばれてきたが、麺じゃないよ。何これ。辣椒。丼の中に入っていたのは2枚のパン。果たしてこれは？麺来た。早速丼が運ばれてきたが、麺じゃないよ。何これ。辣椒。丼の中に入っていたのはモーと呼ばれる小麦粉で作ったパンの一種。しかしどのように食べるのか。これ麺料理なんですか？对，そうです。麺料理。这最古老的面食。麺料理。日本だと麺っていうのはもう長くて細いもんって決まってるけど、丸いんだね。这个饼要1分为2， 2分为4，中间破开，ちぎる、開ける。中间破开掰成黄豆大，要拿手掰，掰成黄豆大，就这样，越小越好吃，越入味儿。小さければ美味しいです。小さければ美味しい。小さければ小さいほど美味しくなりますよ。早速島崎も挑戦してみることに。なんかさ、使えそうな気がしてきた。本当に。そうか、やろうかなこれ。待ってる時間退屈しないもんね。你好。他说是日本客人。日本の方。是的。そうそう。これ立った方がちぎりやすいのかな。站起来那个好掰吗？有劲儿。那站着掰有劲儿。もう立たせてもらいます。他学你说你让山上有劲儿。もう本当だ。ありがとう。パンをちぎりながらのちょっとした会話。これも海賊の大切な文化だという。よし。およそ10分後。很标准的。終わった。没想到你第一次吃泡馍，背得这么标准。パンをちぎるの褒められたのは初めてだよ。ちぎり終えると丼は厨房に運ばれ、煮込んだ羊の肉や春雨などを乗せられ、羊で取ったスープと一緒に合わされ手早く煮込まれる。これこそがヤンローバオモー。麺の代わりに客がちぎったモーにスープを合わせた変わり種の麺料理だ。パサパサだったモーは羊のスープをたっぷり吸い込み、もちもちしたマカロニのような食感に。そこにトロトロに煮込まれた羊のチャーシューがトッピングされている。いただきます。
短，不用短，不要短，不要短，因为这烧的保短，不要短，顺着扁。持たないでください。丼をそのまま置いといて、こういうふうに顺着边。そう、この料理は丼は置いたまま口でするように食べるのが流儀。あ、そうなの？なんで持っちゃいけないんですか？拿烫手，顺着边，像蚕食上吃的碗边，它不烫，刚出来的饭是这样的。俺は熱くないんだよ。と仕事柄熱い丼を持ち慣れている島崎はちょっと不満顔。すんごい美味しいんだけど、半ハウチ、半ハウチなんだけど、ラーメンみたいに食いたいこうやって。哎，这不是那种吃法。食べ方が違いますねってラーメン。西安の麺料理の奥深さを知った島崎。この経験をもとに一体どんなラーメンを作るのか。どういうラーメンを作るかって構想はまとまりましたか？まずね、人々と町は体感した。あとはね、自分のやり方でもうやるだけで、誰にも合わせない。でもダメだったらしょうがない。一応メインに考えてる食材は羊です。羊尽くしってことで、羊の町で羊のラーメンで挑戦って感じですかね。果たして島崎の作るラーメンとは。午後1時、食材の買い出しを開始。まずは最も重要な羊から。海民街では至る所に羊を丸ごと吊るした肉の卸売店がある。シェンさんの案内で一軒の店を訪れた島崎。すごいこれ。うわー、あらららららら。这个羊汤，羊脂汤羊肉，咱们在这里买吧。すみません。羊の骨ありますか？羊の骨。有。ある。あるって見せてもらおうかな。好，看せてください。好，羊血子骨给他拿一个。すぐさま目の前に大量の羊の足の骨が。で、これ半分に割れるかな。就是同时给它剁开嘛。很漂亮。できる。可以。じゃあこれ全部半分にして10キロ。好的，好的，好的。新鮮だよ。羊の骨を割るのは煮込む時骨髄からのエキスがにじみやすくするため。ああ、新鮮。もう匂いがね、ちょっと成功の兆し。新鲜。新鮮。新鮮。と早くも興奮を隠せない島崎。海民街で扱う羊はイスラム教のやり方で完全に血抜きをしてさばいたものだからこそ臭みがほとんどないのだという。他にも島崎はあばら骨、ロース肉などを買い求めた。続いては市場へ。玉ねぎやじゃがいもなどの野菜、そして日本製はなかったものの醤油など調味料も一通り買うことができた。今回島崎のラーメン作りの場として用意されたのは海民街にあるレストランの厨房の一角。失礼します。こちらです。ここね、この個室で作るんだ。早速買ってきたばかりの羊の骨を鍋に入れスープ作りを始めることに。
丁寧にアクを取り除いていく姿は日本の厨房にいる時と寸分も変わらない。今回島崎はどんな羊のスープを作ろうとしているのか。で羊のこっちはねちょっとこの辺の人たちは濁ったスープってあんまりないみたいなので羊の濁ったスープを作ろうと思ってます。パイタン、羊パイタン。羊パイタン、こっちの人の飲まないやつを。うん、そうちょっと俺が作りたいのを作らせてもらってるって感じで、まあ受けなきゃ受けないでいいやみたいな感じ。果たしてどんな仕上がりになるのだろうか。この日の作業は深夜まで続いた。翌日、一晩寝かせた羊白湯スープのベースが完成。島崎はこのベースに中国の醤油を加え、醤油味の羊白湯スープを作ろうとしていた。醤油味にすることで日本のラーメンを感じてもらいたい。島崎にはそんな思いがあった。今回はこのスープに地元の麺職人が打った麺を合わせていく。問題はスープと麺のマッチングだが、茹で上がった麺にスープを注ぎ試食。とりあえずなんとか麺大丈夫ですねこれ。マッチングはどうですか？なるほどね。うん。非常に新しい感じになったんじゃないですかね。多分。麺の人食べてもらう？そうですね。ここで島崎、海賊の麺職人に味見を頼むことに。麺の硬さ味見してください。しかしこの行動が意外な展開を生む。海賊の麺職人にラーメンの味見を頼むことにした島崎。麺の硬さ味見してください。しかしこの行動が意外な展開を生む。这吃不出来啥味儿。你对着厨师说，怎么样味道？啊，我咋吃不出来啥味儿？他的口重。我那个面吃惯了，吃这个吃不出来。是味道淡吗？还是说？淡嘛。あ、味が薄い。薄い？彼はいつも太いからな。彼はいつもその濃い。あ、そうか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 。清淡味嘛。ちょうどよくやってみよう。就是清淡味嘛啊。非常に薄い味だと。本当。自信を持って作ったスープにまさかのダメ出し。スープ飲みながら食わないんだよね。あえ麺が主流の西安、その濃い味付けとの違いが浮き彫りになった瞬間であった。醤油を足し再び味見を行う島崎。これしょっぱいよねこれじゃね。意外な反応でしたね。ちょっとしょっぱいよねこれじゃ。ちょっとなんで？麺が太すぎんのかな。僕にはしょっぱい。なるね。俺にはしょっぱいんだよね。どうなんだこっちの人。どうしようかな。あえ麺の味になってきてますよね。うん、完全にね。この濃さは。天才
島崎が迷い始めた。ここで島崎は思い切った作戦に出ることにした。羊白湯スープの水分を大幅に減らし、和え麺のように仕上げようというのだ。乗らないね。ダメだね。どうしようかな。スープ自体はね、俺が味付け多分大丈夫なんだけど、最初の方が美味しかったよ。麺がさ、あのままやっちゃうか。あのままやっちゃうか。俺の味付けのままで。分かった。ラーメン式に作ろう。島崎の選択は元の味に戻して勝負。ようやく迷いが消えた。午後6時、シェンさんの家族が到着。皆、島崎のラーメンを心待ちにしている。いよいよ家族の人数分の麺が打たれ始めた。ここからは後戻りはできない。麺が茹で上がり、スープを張った器に盛り付けていく。丁寧にトッピングを加えて完成だ。果たしてこの日本風の味付けはシェンさん家族に受け入れられるのだろうか。ごめんね。いやちょっとね。すいません。等不等，辛苦了，辛苦了。果たして日本風の味付けはシェンさん家族に受け入れられるのか。ごめんね。いやちょっとね。すいません。等不等，辛苦了，辛苦了。こちらが今回のラーメン。醤油味の羊白湯スープに羊の肉をのせ、パクチー、ネギ、レモン、クコの実をトッピング。西安の味と日本の味を融合させた一品だ。果たしてその味は。麺をすすったシェンさんがこう言った。我们吃了一辈子的羊肉，吃了一辈子的饭，没吃出来这种鲜。羊肉的鲜美，但是又没有那种羊肉那种羊膻味道啊，很难做到这一点。是。島崎が意地を貫いたラーメンをみんなが貪るように食べていた。その瞬間、島崎は小さく親指を上げた。今天我真正享受到了日本这个拉面，你的这个拉面，这对我们来说是一个舌尖上的享受，确实是一种享受。いやこれはね、西安のラーメンですから。这是西安的。哎，不愧为第一名日本。日本のナンバーワンです。哎呀。こうして日本と中国の麺職人による交流は幕を閉じた。
旅の最後に島崎に聞いてみた。この西安の旅でラーメン屋島崎純一は変わったのかと。いやでも考えは変わりましたね少しいろんな意味で、だからって何が俺が変わったって特に多分変わんないと思いますけど、もちろん何か変わりましたね。でも分からないけど分からないうちに味に出てんじゃないですか。俺いつもそうなんです、分かんないけど味に出てる。エキゾチックな食文化に彩られたシルクロードの街西安。そこで出会った知られざる麺料理の数々。しかしそれを作り食べている人々は私たちと何も変わらぬ心優しき人々だった。カリスマラーメン店主島崎純一はこれからもラーメンを作り続けていく。